はい、それではね、最後にこの粉末系ですね。これ5つ買えます。魔女から5種類買えるんですけど、これそれぞれね何に使うかというと、先ほどねちらっと解説してたこのねパーティー用料理、これをね作るのに必要ですね。例えば鹿のシチュー、アザミ女王のジャム、森のハーフブレンドでこのね黒い森の大皿料理、これをね作ることが可能ですね。はい、作れました。ただねこれ先ほど解説したように普通にね食べることはできません。なぜかというと、この盆を使ってよいしょ、このね料理を置くことによって初めて食べることが可能ですね。で食べましょうか。10分の10って出てますね。これ1個食べると、10分の9になりますね。このね1つの大皿料理、いわゆるパーティー料理で10食分作ることが可能です。でこのパーティー用のね料理なんですけど、パラメータはねバランスよく強化してくれて、なおかつね持続時間も50分なので、結構ねその攻略するバイオームで一番いい食事になるかなと思いますね。ただエイトルとか入ってるので、魔法使わない方にはもしかしたらちょっとコスパ悪いかなっていう感じかもしれないんですけど、それでもね50分の持続時間があるので、結構ね皆さん重宝すると思います。で要求素材もですね、食事だけで考えるとそんなに難しくもないんですよ。例えばね平地で考えたらパン3つとロックスのミートパイ2つで、クラウドベリー3つとハーブ1つなので、でハーブはですね1回買うと5個ついてくるので、5個で50食分ですね。これ素朴なピクニックパイ5個分作れるので、かなりねお得な食事じゃないかなと思いますね。で気合い入れる時にはこの料理をみんなで食べて、でボス討伐行くとかね、そんなんでも面白いかなと思いますね。はい、食事ねざーっと並べてみました。こんな感じですね。いやー豪勢じゃないですか。このねテーブル満載に並べられた料理、これをですねみんなで食べるわけですよ。実際ね冒険行く際は攻略してるバイオームの食事1個でいいと思うんですけど、並べるとこんな感じですね。いやー素晴らしいですね。こうやって食べてみんなで冒険みたいなね。他のね料理も並べられるので、結構ね食事の見栄えっていうのがかなり良くなりましたね。はい、それではね最後にですね新しく追加されたスキル、この3つですね。調理、作成、工作、この3つをですね0と100ではどれぐらい違うのかっていうのと、ちょっとねあと作成以外のこの2つですね。作成はねちょっと効率のいいスキル上げ方法分かんなかったんですけど、調理とね工作においてはサクサクと上がるスキル上げ方法もあるので、そちらのねご紹介しようかなと思います。さてそれではねまず調理から実験してみましょうか。はい、今ですね調理レベルが0ですね。0の状態でこの狼の干し肉、これをね作ってみましょう。はい、こんな感じの速度ですね。で今回からですね作成するときに左シフト、これをね押せば、作成 ×5 っていうね5回分作成することが可能な機能が追加されました。でこれで作成 ×5 をしてみましょうか。はい、これぐらいのスピードですね。で当然ボーナスも発生しませんでしたね。では次スキルレベル100だとどうなるか。はい、今ねチートを使ってスキルレベル100にしましたね。さあこれでねどうなるか実験してみましょう。はい、秒でね作成できますね。でボーナスがね発生すると独特のね音が鳴ります。ピキンみたいなね。はい、こんな感じの音が鳴って、イノシシの干し肉がね1回で3つ作ることが可能ですね。で作成 ×5 をやると、はい
これぐらいの速度ですね。まあ一気に作るよりも細かく作った方がボーナス発生する確率は高いかなとは思うんですけど、まあちょっと詳しくは分からんです。はい。まあ0とね100でまあこれぐらい違うので、まあ皆さんねこの調理スキルは特に鍛えておいた方がいいかなとは思いますね。はい、それではですね、おすすめの調理のスキル上げ方法。まあおそらくね、バグで修正される可能性あるんですけど、まあ、ざっと解説してみます。今ね、スキルレベルが3の状態ですね。で、ここから上げていくんですけど、まあ必要なのがね、休息中のバフですね。まあ快適度があるところに、このね鉄の調理設備、まあこれをね作成します。でまあ下にね別に火はなくて大丈夫です。でこの状態で肉ですね、何でもいいんで、まあ、焼く用の肉持った状態でアクションキーをしますね。するとね調理設備の下に火をつける必要があるって出るんですけど、まあこれね関係なくずっとアクションボタンを押します。まあするとですね、はい調理レベル上がります。これ謎なんですけどこれはですねまあおそらくバグですねまあまだね上も気づいてないと思うので、まあ皆さんねもしねこのパブリックテストをプレイする機会があればこの方法でですね調理レベル上げてもらってもいいかなと思いますね。まあ他にもね普通に料理作ってるだけでも上がるので、まあ別にこんな感じでスキル上げる必要はないかもしれないんですけど、まあね一つ面白いバグなので紹介してみました。面白いですね。何にも肉を焼いてなくてもスキル上がるんでね、これは面白いですね。さてお次はね作成ですね。作成レベル2の状態で、まあ、作成のねスピードはさっきの調理みたいな感じだと思うんで、建築のねスタミナの減りをちょっと比較してみようかなと思いますね。まずはスキルレベル2、スキルレベルの2の状態で木の壁を使うと、まあだいたい1枚につき5ですね。5消費しますね。はい、そして今ですね100にしてみました。100の状態でどうなるか見てみましょうか。はい、1枚につき3になりましたね、消費スタミナが。まあ、っていう感じで建築のねスタミナ使用が減りますね。まあ正直ね、ただこのスキルに関してはまあヒルディルのね服で建築のねスタミナ使用が減る服があるので、まあそちら使ってもらった方が早いかもしれないですね。はい、作成のですねまあスキル上げなんですけど、ちょっとねタコスもねいまいち分かってません。というのもまあこうやってね作って壊してるだけではまあ全然ねスキルレベル上がってないんですよ。でなんかねこう適当になんかスナップポイントずらしたりしてこうやって建築してるとこれでも上がらないんでね、なんかちょっとね上がる条件がよくわかんないですね。ただ普通に建築してても上がったりするので、ちょっとねいまいちねスキルが上がる条件がよく分かりません。建築しても上がるんですけど、その建築にね何か条件があると思うので、もしね分かった方がいれば教えてほしいですね。ちょっとこれだけはね解明できませんでした。はい、ではねお次工作です。はい、工作ねスキルレベル1の状態でまあどうなるかっていうのをね見てみましょう。ではね今回追加された大釜でやってみましょうか。収穫範囲としてはまあこんなもんですね。でスタミナは1回につき5ですね。5消費しますね。まあこんな感じです。でこれをですねスキルレベル100にするとどうなるか。はい、今ですねチートで100にしました。まあこの状態でねどうなるかやってみましょう。はい、まあ1回でね玉ねぎ9個取れましたね。
でボーナスも発生しております。9個の玉ねぎが、10個になりましたね。こんな感じでね、1回の大釜で取れる量がだいぶ増えるのと、あとねボーナス確率が上がりますね。スタミナもですね、はい、3で取ることができます。ということで、工作に関してはボーナス獲得率も上がるので、だいぶね上げておいて嬉しいスキルですね。でちなみにですね、スキル上げの方法なんですけど、で工作のスキル上げなんですけど、超簡単ですね。これ快適度がついてる状態で、地面、この地面をねこうやって幸運具で地面をね耕すだけで上がっていきます。勝手にね。はい、こんな感じですね。で横に火事場置いとけばいつでも修理できるので、こんな感じでね上げていってもらったら大丈夫ですね。ただねこの工作なんですけど、実はね手っ取り早く上げる方法ございます。はい、ということでやってきましたヒルディルですね。ヒルディルクエスト全部置いてることが条件です。3つのねダンジョンをクリアしてることが条件で、3つのダンジョンをねクリアしてると新しいね品物が追加されております。この麦わら帽子、そしてこの収穫のチュニックで、このね2つを着ることによって収穫者っていうね、これですね、これがね発動します。収穫者発動すると工作がねプラス25つくので、スキルでねプラス25上がりますね。これをねつけて収穫の際は収穫していただければ、ボーナスも獲得できるし収穫も早くなってお得でございます。いやー麦わら帽子いいですね。てな感じでね工作のスキル上げとしてヒルディルのね服を使うのもおすすめでございます。で最後にですね、この商人ハルドール、こいつもね追加されてます。このね樽のタガっていうのが追加されてますね。これを買うことによって新しいクラフト樽が作れるようになります。どんなクラフトかというとですね、はいこんな感じですね。こんな感じで樽がね作れます。中開けるとこんな感じでね小物入れとして使えますね。これはね別に必要ないんですけど、どっちかっていうと建築家の方がね重宝するクラフトになるんじゃないかなと思いますね。はい、ちょっとね紹介し忘れてたことが一つあったんで、ちょっと追加で動画撮ってるんですけど、今回ですね新しい襲撃が追加されております。このボグウィッチアップデートから新しい襲撃がね1個追加されました。その名はゴーストですね。幽霊たちの襲撃になります。ちょっとねどのタイミングで発生するのかっていうのがあんまり明確には分かってません。これが魔女を見つけた段階で襲撃イベントが起こるのか、それかね沼地攻略した後とかにこの襲撃イベントが起こるのか、それともまた沼地攻略段階でこの襲撃が起こるのか、ちょっとその辺の詳しいね襲撃が起こるタイミングまではわからないんですけど、一つイベントが追加されていることは確かですね。ではそのイベントね実際どんな感じかっていうのを強制的にねチートで起こして一回見てみましょうか。はい、発生しましたね。背筋が寒くなるようなっていうことですかね、英語を訳すと。で襲撃のね内容としてはもう文字通りですね。悪霊と幽霊、このね2匹が襲っていきます。急にね辺りが暗くなって襲ってくるので、
これもし拠点内で起こるイベントだとしたら、ちょっと悪霊がね急に襲ってくるので、コウモリ以上にちょっと厄介な襲撃になるんじゃないかなとは思いますね。でなおかつですね、悪霊の強さって沼地攻略段階では結構強いと思うんですよ。なのでこのイベント発生するタイミングによってはかなりちょっと厳しいイベントになるんじゃないかなとタコス的には思いますね。まあこれ今灰の地装備使ってるんで、まあこんな簡単にね倒せるんですけど、まあ沼地の装備だとこうもいかないんじゃないかなと思います。はい、終わりましたね。彼らは追放されたって感じですかね。英語を訳すと。で、朝になってもね、幽霊とか消えてないですね。まあ、ということでね、しっかり倒す必要があるって感じですね。あそこにいる悪霊もまだ消えてないですね。いや、危ね。繁殖設備がやられるところだった。はい、てな感じの襲撃で、結構ね、発生するとコウモリ以上に厄介な襲撃ですね。まあ、このね、イベントが、まあ、例えば沼地限定で起こるとかだったら、まあまあまあって感じなんですけど、まあ、これがね、拠点内で起こるってなれば、ちょっとめんどくさい襲撃かなと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、ボグウィッチミニアップデートについて解説してみました。まあ、タコスのね、感想としては、まあ、いろいろと便利になって、ポーション類も増えてね、いいアップデートなんじゃないかなと思いますね。ただ、まあ、調理のね、変更点については要注意でございます。大釜で全てを作れるわけではないので、そこだけね、要注意ですね。それではね、皆さんぜひね、魔女を見つけて冒険をより快適に過ごしてみてはいかがでしょうか。それでは今日はこの辺でお別れでございます。それでは皆さん、バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。そして私、歓喜いたしますので、ぜひぜひチャンネル登録の方やっていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺でお別れです。バイバーイ。